はい、井上ゼミです。今回はですね、スピノザのエチカの、6回目ですね。で、今回ですね、最後の概念としての真理ですね。真理っていうものについてのお話をしていきたいと思います。スピノザが真理っていうものをどういうふうに位置づけていたのかということですね。どういうふうに捉えていたのかということのお話をしてみたいと思います。で、早速入っていくんですけれども、まずこのね真理っていう言葉、これどういうふうに、意味付けたらいいかということで、言いますと、辞書的な意味としてはですね、確実な根拠に基づいて正しいと認められた事柄、そういうものを真理というふうに、一応ですね、押さえておきたいと思います。でこれね、スピノザの真理観をですね、なんて言うんだろうな、スピノザの心理観の特徴をですね知るために、これデカルトの心理観っていうのを最初見た上でね、それと対比するとすごくよくわかるので、そういう流れでねお話ししたいと思います。でさらにですね、そのデカルトの心理観を理解するために、この現代を決定づけたね17世紀ということで一回このお話ししたいと思います。これどういうことかっていうと、現代の私たちのいろんなですね、制度とか仕組みとかものの考え方とかっていうものを決定づけたのが17世紀ですよっていう、そういうお話なんですね。でこれ16世紀にですねからずっと続いてきたですね、ヨーロッパでずっと続いてきた宗教戦争っていうのがあるわけですね。でこれでもうほぼほぼですね全て焼け野原になっちゃったと、いうことなんですね。でそれでですね、もう17世紀に至ってもう全部焼け野原でもうなくなっちゃったんで、全てを作り直すっていうことが求められたということなんですね。でなので17世紀に物質的精神的なインフラ作りっていうものをやっていくということになったわけですね。でこれがね、例えばですね近代哲学、デカルトの近代哲学であるとか、あるいはホッブズのですね近代政治思想っていうのが、17世紀に新たに全てを作り直そうっていうことの、一環っていうか、その中の一つとしてデカルトの近代哲学が生まれ、ホッブズの近代政治思想っていうのが誕生していったと、そういうことなんですね。でそれがですねやがて18世紀になってきて、これね荘厳な建築物をその上に建てるというような例えを、言い方をしてたんですけれども、そういうことが起こってくる。これが例えばですね、カントの哲学だとかルソーの政治思想、そういったものがこのね17世紀のデカルトとかホッブズの、上にですね荘厳なものとして、建てられていくと、築かれていく、そういったのが18世紀であると。でこの流れで現代に至ってるわけですね。なので現代を決定づけた17世紀っていうのはそういう意味です。じゃあこのですね17世紀でですね、このデカルトの近代哲学が生まれて、それが今に影響を及ぼして今に至っているわけなんだけど、じゃあこのデカルトがね抱いていた心理観、心理的な、どういった心理の捉え方をしていたのか、それを見ていきたいと思います。ちなみにねこのデカルトっていうのはスピノザよりですね36歳年上なんですって。だからスピノザからしてみたらね、かなり年上のね、年長の人みたいな感じですよね。そういったね年齢的な位置関係にあるということをとりあえずね、押さえておいた上でですね、じゃあそのデカルトの心理観どんなものかっていうところを見ていくと、これね我をもゆえに我ありで、有名ですよね。つまり私は考えている、だから私は存在していると、これをですね第一真理として哲学を構築していった、それがデカルトなんですね。じゃあですねこのデカルトの真理の基準はどこにあるかっていうと、それはですね明晰判明であるっていうことなんですね。つまり明晰判明であれば真理と認めてよいと。なのでこの私は考えている、だから私は存在している、これはもう疑いえないと、明晰判明であると、だからこれが真理の基準ですよって、そういうことですね。でさらにですねこの真理っていうのは公的な精査に耐えうるものでなければならないというふうにデカルトは言います。つまり誰をも説得することができる公的な真理をデカルトは重んじたんです。なので誰をも説得するでしょ、だから反論を封じ込めていくという機能、そういうものも備えたような真理がデカルトの言う真理なんですね。で、ここ一個ちょっとポイントなんですけど、疑いのね、つまりデカルトっていろんなことを疑っていったじゃないですか。そのね疑いのね再燃を抑えつけるために、もう常に疑いが出てきちゃいますから、それを抑えつけるためにね確実性をですね神によって保証しようとしたと。で従ってですねそのコギト命題、つまりこれですね、私は考えている、だから私は存在しているというこの命題が
説得しようとしているのは実はデカルト本人だよっていうことを言ってます。面白いですよね。これ自分自身を説得するためだったということをおっしゃっていて、でそこのね分かりやすい例えがあったんですけど、これ疑って一歩も外に出られなくなってしまった人のようだということなんですね。これどういうことかというと、外出する時に、例えばね出かけて「あれ鍵閉めたっけ?」って言ってね、もう一回鍵を閉めたかどうかを確認しに戻ると。でまた出かけるんだけど、今度はガスの元栓閉めたかなってまた気になって、でまたそれで家に戻ってまた確認すると、ずっとこれをしている結果的にですね、もう外出することができなくなっていく、ね、そういう人のようだというふうな、例えをしてました、ね、とても分かりやすいですよね。それがですねデカルトの心理観です。はい、でこれがですね結局は現代を決定づけているということですね。じゃあですね、それに対してスピノザはじゃあどういった心理観を持っていたのかっていうことのお話に行くんですけれども、まずですね、真理の基準は真理自体であると。ね、これどういうことかというと、真理そのものが真理の基準だって言ってるわけですよ。ね、つまりそれがですね真理か否かを判定できる基準を真理の外側に見出すことは原理的に不可能だって言ってるわけですね。なんでかというと、真理の基準というものを外にね、こいつが真理の基準だっていうふうなことをですね真理の外に設定してしまうと、じゃあその設定した真理の基準の基準は何なんだっていうふうなことをずっと問えるわけですね。だから真理の基準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 のってずっとこれ無限交代で無限に続いちゃうわけですね。なのでそれは原理的に不可能なので、真理の基準は真理自体、そういうことなんですね。でさらにですね、何が真かを教えるものは、何が真理であるかっていうものをね教えるものは何が義であるかをも教えてくれるということをおっしゃってます。これどういうことかというと、これね光と同じだという話なんですね。光と真理は同じようなものっていうことで、光の例えを出してるんですけど、どういうことかっていうと、光は光だけで自らを表すことができますよと。つまり他のどんなものもですね光を当てないと見えないですよね。見えないんだけど光だけはですね光を当てなくても見えると。だから真理はまるで光のようであるという、例えをしております。っていうことで、ですね、このねスピノザの心理観というのはもう近代科学では成立しえない心理観であるということをおっしゃってます。つまり、根拠がねないわけですよ。根拠がないし、だって真理の基準自体は真理自体って言ってるわけですから、根拠もなければエビデンス証拠もないし、出せないし、公的に証明すらできない、デカルトみたいに。なので逆に言ったらね、スピノザの心理観をですね近代科学っていうのは扱えないってことなんですね。なので近代科学を、国分さん曰くですね、近代科学を否定することは馬鹿げているけれども、その近代科学のね扱える範囲にね限界があるんだということを知っておく必要はありますよっていう、そういう話をしてます。ね、これもね非常に押さえておきたいポイントだなと思いました。ということで、スピノザの心理観、引き続きいきますけれども、さらにスピノザの心理観ではですね、は他人を説得するものではないということですね。デカルトはもう完全にこれ他人を説得しにかかってますからね。で反論を封じ込めるためにそういう心理観だったんだけど、スピノザは他人を説得するものではない。つまり真理と真理に向き合う人の関係だけが問題になってます、ここでは。ね、なのでこういうふうに言ってます。真理に向き合えば真理が真理であることは分かると。なので真の観念を獲得すればそれが真だと分かるよって言ってます。ね、これもうデカルトに比べてなんておおらかなんでしょうって話なんですね。だってもう説得とか反論を封じ込めるとか全く気にしてないですよね。他人じゃないんですよ。他人がどうのこうのじゃなくて、真理と真理に向き合う人の関係だけが、それが自分だったら自分とその真理との関係だけが問題にされてるわけですね。でこの辺も面白いですよね。なのでスピノザはねこういうふうに言ってます。自分がどうやって真理に触れて、どうやってそれを獲得して、そしてどうやってその真理自身から真理性を告げ知らされるかということが大切だってことを言ってるわけですね。でさらに言うと、この真の観念を有する者だけがですね真の観念の何たるかを知っていると。これ逆に言うと、この真の観念というものを獲得していない人にはその真の観念がどのようなものであるのかということは分からないよっていうことを言ってます。ね、
もう全然デカルトと違う心理観ですよね。でじゃあこのねスピノザの心理観、こういった心理をじゃあどうやったら獲得できるんですかって話なんですね。でその話したいと思うんですけど、これはですね認識の二重性と主体の変化っていうものを必要とするってことなんですね。でそれを、見ていきますと、つまり何かを確実に認識した時ですね、人はですねその何かについての認識を得ますよね。しかしその得るだけではなくて、その確実さとは何かをも知るんですね。何かについての認識を得ることだけではなくて、確実さとは何かっていうことも同時に知ると。だからこのことを認識の二重性と呼んでます。だからこれ言い換えるとですね、自らの認識する力を認識するということですね。それが認識の二重性。したがって何かを知ることで私たちは自分たちのことをよりよく知っていくわけですね。自分たちのことをよりよく知る。ただその何かを、何かについての対象を認識するだけじゃなくて、自分たちのこともその都度よりよく知っていく。なので自分を知ることはですね、自分に何らかの変化をもたらしますよってことを言ってるわけです。何かを認識した時に、それは自分をも知るから認識が二重性ですね。認識の二重性。その認識の二重性によって自分たちのことをよく知る。自分たちのことをよりよく知ることによって自分たちが変化していくわけですね。こういったですね、プロセスがあるわけですね。でしたがってその真理を獲得することはですね、認識する主体そのものに変化をもたらします。したがってスピノザは認識は主体の変化と結びつけて考えられています。ね、なのでスピノザはですねこのねプロセス、認識の二重性、そして、そこからの主体の変化、このね真理の獲得っていうのはこの一つの体験ですよってことを言ってるわけです。つまりスピノザは何かを理解するその体験のこのプロセスっていうものをとても大切にしてます。もうこの辺もね僕がもう大好きなところですね。このプロセスを、大切にしているこの姿勢ね、もうこの考え方めっちゃ好きです僕は。はい、でこのね真理の獲得は、この一つの体験であると。この一つの体験によって少しずつより自由になってますよってことなんですね。だからこの体験自体が私たちをより少しずつだけどもより自由にしていきますよという、そういうお話です。で最後にねこれちょっと面白かったんだけども、フーコーがね、の話が出てたんでこの話したいんですけど、フーコーがですねスピノザとデカルトのこの心理観の違いに注目しているというお話で、フーコーが何て言ったかというと、デカルト以降ですね、真理というのは主体の変容を必要としない単なる認識の対象になってしまったということを言ってるんですね。つまり今、言いましたよね、スピノザにとっての真理の獲得には体験が必要、体験のプロセスがめちゃくちゃ大事だということだったんだけど、もうデカルト以降ですね、もうその体験のプロセスはもうどうでもよくて、もう単なる認識の対象になっちゃった。だから主体の変容が必要としない、自分たちが変化していく、変わっていく、より少しずつ自由になっていくなんていうことはもう、必要としなくなってしまって、単なる認識の対象になってしまったということを言ってるわけですね。でしかしですね、これ一人例外がいて、それがスピノザだということをフーコーが言ってるっていうわけですよ。ね、このやっぱフーコーもすごいですよね。もうすごいとこにもう目をつけるというか、ね、それを見出したもうフーコーもすごいですし、もうスピノザの考え方がね、いかに違うかと、ね、それは国分さんがねもう思考の OS 自体を変えないといけないっていう意味がね、もうここにもう際立ってますよね。もうすごくよく表れてると思います。はい、ということでですね、以上で、真理、スピノザの心理観について見てきたんですけれども、いかがだったでしょうか。これでですね、ようやくねこの重要な4つの概念のお話が終わりました。つまり、善悪、本質で自由、そして今回の真理ですね。この4つをですねの概念をスピノザがどのように捉えていたのかということについての、お話をしてきたわけなんですけれども、ですね、次回はですね、次回が最終回なんだけど、その国分さんがねこういったねスピノザの、理解を踏まえて現代社会を、見た時にどういうふうに見えるかっていうことを、マニュアル化された現代社会、あるいは AI
というものと現代社会の関係について述べているので、そのお話をしたいということと、あとですね、哲学を学ぶっていうことはどういうことなのかっていうお話もしてたんで、そこも一緒にですね次回紹介したいと思います。ということで今回以上で終わります。じゃあまた次回お楽しみに。またね。